こんにちは、もずくです。今回の動画は島クリエイトの垢抜け方についてです。実際に発売当初の島クリから今の島クリになるまでどうやって垢抜けていったのか、さらに皆さんの島にも使える垢抜け方についてご紹介していきたいと思います。少しでも皆さんの役に立てれば幸いです。それではどうぞ。そもそも島クリが垢抜けるとはとなっている方もいるかと思うので、まずは実際に発売当初と現在の私の島クリを比べていきます。よく配信などで昔の島が好きと言ってくださる方も、今の島クリが好きと言ってくださる方もいて、とっても嬉しいんですけど、今回はどれだけ垢抜けたかに着目してお話ししていきたいと思います。まずは発売されてから1週間ほどの島クリがこちらです。このエリアはカフェを作っています。次にこちらは発売されてから1ヶ月くらいの島クリです。このエリアは屋台やブラウン基調の家具を使ってマルシェを作っています。次が発売されてから約2年半の島クリです。比べやすいように同じ屋台を使ったマルシェの島クリ画像にしました。大型アップデ後の家具が追加されたこともあるんですけど、同じテーマでもかなり印象が変わったと思います。では、何をどう意識したのかなんですけど、発売当初の島クリ画像を見ていただくと、どちらかというと室内で使うような家具が多めに使われていて、全体的に家具を置いただけ感があります。さらにこちらの画像も室内で使えそうな家具が置かれていたり、左右のバランスを見たときに左側の家具たちがこまごましていてまとまりがないように感じます。それに対して最近の島クリはどちらかというと屋外向けの家具や重厚感のある家具をメインに置いています。こんな感じで外に置く家具選びの基準や家具などの配置の仕方が変わったことによって、昔と今を比べた時に垢抜けたように感じたかと思います。では実際に意識して変わったことをもっと詳しくお話ししていきます。まず実際に意識したことが全部で3つあります。1つ目は家具の選び方、2つ目は家具の配置の仕方、3つ目は木や低木などの植物の使い方です。それでは一つ一つ詳しくご紹介していきます。まず1つ目の家具の選び方についてです。さっきもお話ししたんですけど、家具を選ぶときは屋外に置いていても違和感のない家具を選ぶようになりました。例えばテーブルを選ぶ際もなんとなく屋内向きか屋外向きか見てわかると思います。ゲーム内にあるテーブルを見ていくと、基本的に素材そのものを生かしたテーブルやテーブルの形があまり加工されていないものは屋外向き、その他のものは屋内向きかと思われます。屋外向きだけの家具だけに絞ると使える家具は減ってしまうんですけど、ここを意識するだけですっごく印象が変わるので思い切って使ってみてください。では食べ物系の家具はどうなるのかなんですけど、私は使い方次第で使えると思っています。現実に置き換えて考えていただくと分かりやすいかと思うんですけど、例えばピクニックやお庭にあるテーブルの上、飲食店のテーブルの上など、そういった使い方をすると違和感を感じないと思います。だけどお店をテーマにしたエリアでケーキショーケース系や食べ物かごをそのまま並べて売られている使い方など、現実に置き換えた時にケーキのショーケースは外で見たことないかもとか、食べ物を裸のまま並べられているところを見たことないかもとなるかと思います。このような感じで現実に置き換えてカゴを選ぶと垢抜けていくかと思います。ですが食べ物を並べて売る使い方は使い方によっては違和感なく使えます。ではどのように使うのかというと、西部の街並みを使って建物を作ります。さらに建物の前に商品台となるテーブルを置いて食べ物を並べます。他にもトラックを置いて商品台となるテーブルの上に食べ物を並べます。このように店舗とセットで使うと違和感なく使えるので、ぜひ作ってみてください。次に2つ目の家具の配置についてお話ししていきます。
発売当初のしまくり画像を見てもらうと、全体的に背の低い家具が多めで、最初にも言った通り、家具をそのまま置いただけ感があります。背の低い家具が多いと、お部屋と違って天井がないので、縦の空間が広くなり、密度がないように感じます。ちなみに、こちらの画像も発売されてから1週間ほどのしまくりなんですけど、このエリアも背の低い家具が多めで、さらに小物が密集していることによってまとまりがないように見えます。このことから島をレイアウトするときは高さがあり、マス目に対して横幅がギリギリまである重厚感のある家具をなるべく選ぶと、たくさん家具を置かなくても密度が感じられるエリアになります。加えて小物はテーブルの上など置けるところすべてに置かずに必要最低限に抑え、小物同士がなるべく固まって置かれていないようにするとまとまって見えるかと思います。家具をそのまま置いただけ感が出ているのは、本来だと屋台の後ろにあるスロップシンクは建物や壁にくっついていたりするのですが、後ろ側が空白なので浮いているように感じます。右側にある壺もその場所に置いてある理由があまり感じられないので、そのまま置いただけ感が出ています。このことからそこに置いてある理由が見ただけで分かったり、本来の使い方をすることで家具をそのまま置いただけ感がなくなります。次は木や低木など植物の使い方についてお話ししていきます。ここまで垢抜けるポイントとして密度や家具の配置についてご紹介してきました。今からお話しすることについては木を植えるコツという動画で詳しくご紹介しているんですけど、木は植えることでエリアにメリハリがつき、高さも重厚感もあるので密度も出ます。木がスカスカかそうじゃないかでかなり印象が変わります。木を植える際は小さな森を作るイメージで植えてみてください。では、どのように使うのかなのですが、一番簡単なのはカメラを開いた時に画面の後ろか手前、もしくは両端や左右どちらかに木をいくつか固めて植えるとバランスよく見え、さらに密度があるように感じられます。他にも空いてしまったスペースを埋めるために木を植えるという使い方もあります。無理にほんのちょっと空いたところを家具で埋めるよりかはすっきりとして見え、密度も出るのでおすすめです。さらに木に加え低木も密度を出す上でとっても大切です。木と違って崖や川のそばに植えられるので、家具を置くにはスペースが小さすぎるけど、ほんのちょっと隙間ができてしまった時など、ほったらかしにせず密度を出すために植えてみてください。ちなみに雑草や雑草に代わる麦畑などの家具もとっても大切です。家具選びについてお話しした時に、現実に置き換えて家具を選びましょうとお話ししたんですけど、現実に置き換えるイコールどれだけエリアをリアルにするかという風に置き換えられます。雑草や雑草に代わる家具は植えるだけでエリアをリアルにすることができます。低木と同じく数マス空いてしまったところなどに植えてみてください。次は実際に発売当初のしまくりを意識してきたことを踏まえて垢抜けさせます。まずハピパラで発売当初のしまくりを再現してみました。改めておさらいすると、全体的に低い家具が多めでリアリティも感じられません。では今回お話ししたことを取り入れてみます。全体的になるべく高さが出るような家具を選んで、木と低木を増やして密度を出してみました。一つ一つ詳しくお話ししていくと、まず本来の使い方になっていなかったスロップシンクの後ろに建物を作ってなじませました。建物を作ったことによって一体感と密度が出たと思います。屋台も一つだけだとそのまま置いただけ感が出ていて浮いていたんですけど、二つ置いたことによってリアルになりました。テーブルと椅子も屋外向きのものに変え、全体的にまとまりがなかったので同じ種類のものだけに置き換えて統一感とまとまりを出しました。あとはよりリアルに見せるために雑草を増やして、お花もリアル寄りなお花だけに変えました。こんな風に今回お伝えしたことを意識するだけで垢抜けたしまくりになるかと思うので、ぜひ参考に作ってみてください。
これで垢抜けるコツについては以上になります。最後にまとめると、垢抜ける最大のポイントは、重厚感、高さのある家具を置いて密度、まとまりを出すこと。さらに、リアルさを追求することです。特に家具については何でも置けてしまうので選ぶのが難しいんですけど、現実に置き換えて考えてみたり、家具に意味を持たせてあげることで選びやすくなるかと思います。よければ参考にしてみてください。最後まで見ていただきありがとうございました。他にも島やお部屋に関するコツ動画をいくつか載せているので、お悩みに応じて見てみてください。よければ最後に高評価、チャンネル登録、コメントもたくさんお待ちしております。ほいじゃあ。